よいしょ。はい、どうも、孫さんチャンネル、孫さんです。ということで、今回はですね、結構前のコメントになってしまうんですけれども、孫さんどういうサイクルウェア使ってますか？よかったら教えてくださいというコメントをね、昔いただいていたので、今更なんですが、私の使っているサイクルウェア関係っていうのをなんとなくご紹介していこうかなと思います。これで、実は全部で、あんまりいっぱい持ってるわけではないんですけれども、それでも一個一個、細かく説明していくとすごい時間になりそうなので、こんな感じのものを持ってますっていうふうにざっくり、ご紹介していこうかなと思います。はい、では行きましょう。はい、じゃあですね、下からぐわーっと上にね、ご紹介していこうかなと思うんですが、靴下、ソックスに関しては私こだわりないです。使っているのはもうユニクロで買ったものとか、近くのスーパーで、安売りで一気にまとめて買ったものとか、普段使っている靴下でサイクリングは楽しんでますね。自転車メーカーから出てるちゃんとした、なんて言うんでしょう、自転車用みたいな、靴下ソックスもあるんですよね。なんか滑り止めがついていたり、フィット感が良かったりとか、あるんですけど、その靴下にまで性能を求めないといけないような走り方、楽しみ方っていうのは私はしていないので、ほんとポタリングとかね、自分の楽しいだけのサイクリングなので、靴下どうでもいいかなと思っているところがあるので、靴下は一旦なしということで、そこから上に上がっていくと、ちょっとビブ系。私が使っているのが、ちょっとこれからいこうかな。はい。ビアンキのビブショーツになりますね。これが、東京に住んでた時にこのオールトラ XR3 買ったんですけど、今はもうなくなっちゃったかな。確かそういうツイートを見たんですが、東京の目白のビアンキストアがあったんですけど、そこでオルトラ XR3 買って、で、納車で帰る時に、記念だっていうので、はい。記念っていうのはおかしいですけど、その、ウェアもね、ちょっと上下買おうと思って買っちゃった、勢いで買っちゃったっていうのの、下、ビブショーツですね。これがね、1万3、4千とかだったかな、もうちょっとしたかな、結構高かったんですよ。ただ、なんかね、高級なロードバイク買った時って金銭感覚バカになってるんで、なんか2、3千円ぐらいの勢いで買っちゃったんですけど、ちゃんとしたメーカーで、ビアンキのね、正規のものではあるので、肩紐のところがメッシュだったりしていいんですけど、正直あんま使ってないですね。で、もう一つのビブショーツが、これですね、モーゼンっていうメーカーですね。Amazon なんかでも買える比較的リーズナブルな値段で買えるウェアメーカーなんですけれども、これはね、確か、ちょっとお高いんでね、あっちのビブショーツがもっと気軽に、もうきつぶすぐらいの勢いで使っていいようなやつ買おうと思って、これは買った感じかな。私が買った時ね、3000円台だったと思うんですけど、今5000円ぐらいするのかな。ここら辺がメッシュだったり、肩紐のね、この表のところがメッシュじゃないので、ちょっと、熱いかなって感じる瞬間はあるんですけど、パッドが結構熱かったりして、モーゼンは、なんか、価格の割にコスパはすごくいいんじゃないかなというふうに思います。でも、あんま使ってないです。で、ビブのタイツを基本的に使ってるんですけど、その前にちょっとご紹介するのがこの2つかな。はい。自転車乗るときに、よく履くパンツですね。ハーフパンツの長さのものと、クロップド丈。膝下このぐらいまでかなの長さのパンツですね。これがカペルミュールかなカペルで、これはよくわかんないです。Amazon で安かったんで買ったって感じですね。夏場は、ああいうビブショーツを下に履いて、その上からこういうズボンを履いているっていうのが大体の私のスタイルですね。もう、ビブショーツだけとかビブタイツだけ、下はっていうのでは私は走んないですね。輪行をすることが多いっていうのもあるんですけど、やっぱりパンツ履いとかないと、ビブ系だけで電車乗ると、ちょっとギョッとされるじゃないですか。あの人下履いてないよみたいな。っていうことが起こるので、基本的には、なんかビブ系の上には必ずパンツは、履くようにしてますね、夏でも。で、基本的に絶対使ってるのがこっちになってきますね。ビブタイツですね。これが夏用のビブタイツで、パール泉のものになります。夏用らしく素材が何だったっけコールドシェイドだったかなっていう、日焼け防止の素材で、汗の吸収とか速乾性もあったり、触った時の食感冷感機能、ヒヤッと、触れた瞬間にちょっと肌がヒヤッとするような、素材が使われている夏用のビブタイツって感じですね。もう日焼け止め塗るのが私あんまり好きじゃないので、もうビブタイツでやっちゃってるって感じですね。で、これが、同じく、パール泉
の冬用のビブタイツですね。適温度帯が確か5度だったかな。5度帯まで対応してるよっていうものになるんですね。で、これがベストなので、硬いもの、ここぐらいまで来るんですよね。これが。胸のところが。で、ここからチャックで、ジッパーというか、これバーって開けて切るっていう感じですね。まあ、これ5度帯にしてるのが、まあ理由としては、この上にもっと寒いのが耐えれる0度帯みたいなのあるんですけど、もう5度を切り始めると私サイクリングしないです。寒いし、5度切ってくると最悪ね、路面凍結っていう可能性も出てくるじゃないですか。そうなった時にね、自転車で路面凍結してるなんてマジ、もう考えられないんだよ、怖くて。なんでまあ5度帯までで、まあ過ごせるサイクリングしかしないから、まあビブタイツ冬用は5度帯で止めてるっていう感じですね。まあこれで下は全部かな。じゃあ次上に行こうかなと思います。インナーというかベースレイヤーからいきますね。ベースレイヤーまず一つ目これかな。はい。これもパールイズミ。パールイズミ好きなんですけど、パールイズミのこれは、夏用の、はい、ベースレイヤーになりますね。この肩とか腕の部分はもう全部ここまで、手首まで来るような長さで、コールドシェイドっていう夏用の素材が使われています。で、背中全面と胸のところまで全部メッシュ加工みたいな感じになっているので、ものすごく涼しく過ごせるなって感じですね。腕もね、出したくないんですよ。日焼け止め塗るの嫌なんで。脇のところもメッシュ加工になっているので、まあ、速乾性もそうだし、汗のね、乾きがすごく早くて、熱の放出も良くて、これすごくいいですね。ただね、これ1万までいかなかったかな。でも、8000、9000ぐらいしたと思うんですよ。結構高いんですよね。で、そんな中使ってるのが、この2つ。はい。モンベルですね。モンベルのジオラインという、まあ、ベースレイヤー。で、サイクル用のものになります。で、このジオラインもサイクル用のものと登山用みたいな感じで、ちょっと形状というか、素材の使い方が違うんですよね。で、夏用の場合は、まあ、薄手。まあ、夏用というか、これはオールシーズンらしいんですけど、背中はね、より薄く、ちょっと透けるような感じになっていて、表はちょっと厚みがある。で、脇のところもメッシュとかになっているっていう感じですね。これも、汗の速乾性がすごくいいベースレイヤーですね。で、まあ寒くなってきた秋から冬とかに関しては、中厚手っていう、さっきのより、モンベルのやつよりも同じモンベルなんですが、ちょっと生地が厚めになってます。前も厚くなって、後ろのメッシュのところもちょっとさっきより厚いかなっていう感じですね。まあこれの上に厚手っていうのがあるっぽいんですけど、そこまで行くとちょっと暑苦しいんですよね。私重ね着で、冬は結構やるので、まあこのぐらいまでがちょうどいいかなと思ってベースレイヤーは使ってます。もうベースレイヤーこの3枚だけですね。完全夏用とオールシーズンと冬、秋、寒い時期用っていう感じですね。まあ私普通に T シャツとかで走っちゃったりすることもあるので、まあ3枚やれば十分かなっていう感じですね。で、次がサイクルジャージ系に行きますか。サイクルジャージで、まあ、これからまずいきますけども、はい、ビアンキですね。これは、ストアで、はい、ビアンキの、公式というか、ストアで買ったものになりますね。まあ、オルトレ XR3 を買った時の記念で。これがね、やっぱ、かっこいいんですよ。色合いの使い方も好きだし、ね、なんかロゴがね、背中に1個だけドンってある感じ。あとイタリアからね、イタリアの国旗の感じとかも。これはすごく好きで、まあよく使ってます。夏場は大体これ上に着るかなっていう感じですね。で、寒くなってきたら、まあ、ベースレイヤーどれかに、このサイクルジャージ着て、その上からサイクルジャケットっていう風に重ねていく時の、まあ、2つ目のインナーとして使うっていう感じが多いですね。で、これが、パール泉のサイクルジャージですね。夏用なんですけれども、これはね、申し訳ないけど、正直全然使ってないです。まあ、ネイビー、紺色が好きなので購入したんですよ。で、ここに波っていう風にね、思いっきり書いていて、ほんと夏仕様って感じがするんですけど、まあそもそも私泳げないので、波が似合わない男なんですが、なんかね、見た時はすごいかっこよくてよかったんだけど、いざ着てみた瞬間に、この肩口ですね、ここの白が、なんか気に食わなくて。私あんまり服に白を入れたくないところがあるので、ちょっとね、そこそこ値段は下割りには着てないですね。
合計でも10回着てないんじゃないかなっていう感じです。結構フィット感がレースフィットってピタって、する感じでね。やっぱりパール泉さんだけあって、性能もすごくいいし、速乾性もあるし、いいんだけど、ちょっとデザイン的に、勢いで買っただけで自分じゃなかったなって思いますね。で、もう一つがこれ。はい、ファインドアウト。なんでこれは、ワークマンのサイクルジャージですね。これはよく使う。ここまで行くと、ガチって感じがしちゃうんですよ、自分の中では。うわ、もうサイクリストって感じがしちゃうので、そんな気合い入れて走んないよと。ほんとポタリングなんだっていう時は、このワークマンの方で行くことが多いですね。これは結構ゆったりめのフィット感なので、普段着ではないですけど、普段着ぐらいの勢いで使っちゃえたりしますね。普段着ることもあるけど。これは楽ですね。ただ、ちょっと改良してほしいなっていうところが、この、後ろの3つのポケットあるじゃないですか。これがね、奥行きがちょっと、なんていうんですか、狭いというか、奥行きがないんですよ。ちょっと携帯入れてみるんですけど、私が使ってる iPhone ですね。iPhone をここに入れたりすると、ちょっと頭出るんですよ。わかります？ちょっとだけね、こうやって、頭が出ちゃうんですよね。だからちょっと落下しそう。走ってる時に。前傾姿勢になったりすると、これが、サイドの方に入れると、こうなってるわけじゃないですか。なんか怖いっていうのがあって、これ着るときは、後ろポケットは基本あんま使わないですね。補給色ちょっと入れとくとかぐらいかな。でもこれもインナーとかで、インナーのジャケットみたいな使い方では結構、使いやすいので、これは一軍でよく使ってますね。じゃあ次にサイクルジャケット系になってくるんですけど、よいしょ、こちらもよく使いますね。これもファインドアウトなので、ワークマンのものになるんですが、これは結構いい。これは結構使い勝手がいいと思います。そんなめちゃくちゃ寒い時期には使えないんですよ。温度帯15度帯とかまでかな。普通に風がね、入ってくるような素材ではあるので、でも、秋から冬にかけてのちょっとまだ寒くなりきらないぐらいの時にはちょうどいい感じです。ポケットもこのサイドに2個あって、で、ここにもね、ジッパーであるんですよ。だから1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、ここ開けたら8個かっていうポケットがあるので、これ1個あれば、下手したら、ね、ただのサイクリングだったら、もう何もカバン系つけなくてもこれ1個でいけちゃうかなぐらいですね。なんでこれで、秋は済ませちゃうことも多いし、ベースレイヤーを着て、これを着て、上にジャケット羽織ってっていうので冬とかにすることも多いですね。これいいんですよね。フィット感も結構きっちりしてるので、普段から、普段着として私使うことも結構多いです。なんで、ワークマン結構ね、やっぱ性能高いですよね。次が、もう超一軍ですね。のサイクルジャケット、パール泉のものになります。冬用って言っちゃっていいかな。適用温度帯が10度だったと思います。5度までないんですよ。10度にしていって、ここら辺とかはね、この肘の内側なんですけど、がちょっと生地が違ったり、脇あたりは、ちょっと抜けやすい。で、後ろも、熱気が抜けやすいような素材でできていると。で、ポケットもしっかり深いんでね、3つあって、で、ここにちょっと、ジッパーのポケットがついていたり、サイドにもね、1個ついていたりっていうポケットが結構充実していて好きですね。あと色合いが好き。これなんて言うんですか？ネイビーではないし、グレーでもない。ちょっと、グレーにちょっとネイビー色が入ってるようなみたいな雰囲気。これがすごく好きなんですよね。これは冬でよく活躍してますね。ただこれだけだと寒いっていう時に、インナーを増やすのか、この上からウィンドブレーカーもう一つジャケット羽織っちゃうのかっていう感じで、真冬は走ったりしますね。これ好き。これ好きなんですよ。で、最後。一番好きなジャケットがこれです。同じファインドアウトなので、これはワークマンですね。アクティブジャケットだったっけな？そういう名前のやつなんですけど、これがめちゃくちゃ好きっす。一番好きかな。普段着でも使っちゃったりもするし、自転車でも当然使いますね。ただこれ自体は、あんまりその温度帯強くないんですよ。15度とかのものになるんですけど、ふわっとね、上に羽織れるので、真冬の時は、真冬用の、ビブタイツ履いて、ちょっと厚手の、ベースレイヤー着て、サイクルジャージか、もしくはもうこのパールイズムの厚手のね、サイクルジャケットを着て、その上から着ちゃうっていう感じで使ってますね。これね、すっごくいいんですよ。よいしょ、羽織ってみると、映ってるかな？
はい。こんな感じで、ふわっとね、シャカシャカって切れるし、案外、シルエット感も悪くないんですよね。で、ポケットも当然、いっぱいね、ワークマンらしくありますし、ここも当然開くんでね、こうやってできるし。これいいんですよね。あったかいってほどじゃないけど、すごくいいんですよ。で、この、ブラックとグレー。で、ここの素材はね、抜けやすくなっているし、このネオンカラーのグリーンっていうんですかね。っていうのの差し色も、個人的にはすごく好きで。で、手のところはこういうサムループみたいになってるので、よいしょ。こうやったら手首までしっかりあったかいと。手袋つけてもずれないっていうね。これ、最高っす。で、何回か、品質改良というか、されていってどんどん良くなっているので、まあこのタイプ、まあ本当にこのタイプなんですけど、ワークマンでサイクルジャケット見つけたら、ちょっと買っておいた方がいいんじゃないかな。買って損するジャケットでは、これ決してないと思いますね。これ一番好きですね。めちゃくちゃ使ってます。はい、まとめです。ということで、今回はですね、私の持っているサイクルウェアをざっくり、本当にざっくり、ちょっとご紹介をさせていただいたんですけれども、まあ、どうなんでしょうね。いっぱい持ってる方なのかなまあ、少なくはないし、多くもないっていう感じかなと思います。まあ、私は週末ライダーというか、まあ、週に1回走りに行けるか行けないか、仕事とか娘の体調などによっては月に1回2回しか走りに行けなかったりするので、ぶっちゃけ全ワンセットでもいいんですよ。冬用夏用はね。一回走って洗濯出せば来週には着れるし、みたいな。っていう感じなので、まあそんな量はいらないかなと思うんですね。あとは個人的に思うのが、ウェアっていうのは、まあ最悪なくてもいいんですよ。まあレースとか、イベントとか出られる方はね、1分1秒を競うってなってくると、ウェアって絶対になってくると思います。もう空気抵抗をどんだけ減らせれるかの世界になってくると思うので、やっぱり専用のウェアがあって空気抵抗を減らすようにピチッとフィットしてる方がいいに越したことはないんですけど、まあ趣味で走る上では、まあぶっちゃけなくてもいい。普段着でも全然ね、自転車は楽しめるものじゃないですか。まあただ、サイクルウェアってやっぱり自転車に快適に乗れることに特化した服になるので、まあパッド、お尻が痛くないようにっていうパッドであったりとか、ベンチレーション、その汗、湿気っていうのを、まあ、脇なのか背中なのかっていうね、効率的に出す部分がメッシュになっているとか、普通に着た習慣はなんかちょっと窮屈なんだけど、自転車乗って前傾姿勢になったらすごく楽になるようなシルエットで、あえて作っているものとかっていうのがあるので、まあ、趣味でっていう方でも安めのものでもいいので、サイクルウェアっていうのは一式あった方が、まあ、より楽しむにはいいかなとは思います。ただ絶対というものではないんでね。サイクルウェア着ないとダメだよみたいなことはないですっていうふうに思っておいていいんじゃないかなと個人的には思っています。で、ここにちょっと出てないんですけど、モンベルのウィンドブレーカーとかも、はい、温度調整では、使ったりしてますね。なんでまあ、ウェアは私はこんな感じなんですけれども、正解不正解はないと思います。はい、一番の正解って何なんだろうって私突き詰めた結果は、デザイン。デザインに惚れたものを買うっていうのが、いいんじゃないかなと思います。それが高かろうが安かろうが。大事なのはやっぱりモチベーションなのかなとは思うので、はい。なんか自分の気に入った、これで自転車で駆け回りたいっていうようなウェアを見つけるのが大事かなというふうに、はい、思っております。ということで、今回はこれくらいかな。はい。以上。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ワークマンってすごいですよね。